千年の孤独、天才作家紫式部の本当の姿。導入。華やかな世界で一人浮いてしまう感覚。華やかな場所にいるのになぜか自分だけが馴染めない。周りは楽しそうに笑っているのにその輪の中に入れない。そんな感覚を一度でも感じたことはありませんか。1000年前、全く同じことで悩んでいた人がいました。その人の名前は紫式部。世界で最も有名な文学の一つ、源氏物語を書いたあの有名な人物です。紫式部と聞けば誰もが華やかな平安文化のヒロインを想像するでしょう。しかしその素顔は想像されるような華やかなものではありませんでした。むしろ彼女は孤独で内向的で生きづらさを抱えた人だったのです。1000年前、彼女が日記に綴っていたのは現代の私たちが SNS の裏アカウントに書き込むような生々しい本音とドロドロとした葛藤だったのです。第一章、才能を隠して生きるということ。この経典の意味は読めるのか。はい、父上。紫式部は幼い頃から並外れた才能を持っていました。男兄弟が苦労する漢文を横で聞いているだけで覚えてしまうほどです。しかし父は喜びませんでした。お前が男だったらよかったのに。その言葉は当時の価値観をそのまま表していました。私は何も存じません。どうかお許しください。当時の社会では女性が学問を鼻にかけることは生意気だ、可愛げがないと嫌われる原因だったのです。女性が学ぶことはあまり良いこととされなかったのです。やがて宮廷に仕えるようになっても彼女はその才能を隠し続けます。本当はできるのにできないふりをする。知っているのに知らないふりをする。目立ってはいけない。嫌われてはいけない。そんな思いの中で彼女は自分を抑えて生きていました。才能があるのにそれを見せてはいけないという息苦しさ。彼女の心は孤独で押しつぶされそうでした。第2章、抑えた感情があふれ出すとき。そんな彼女にとって唯一自分を解放できる場所がありました。それが文章です。紫式部日記には彼女の本音がそのまま残されています。時にそれは驚くほど鋭く厳しい言葉でした。特に清少納言への評価。華やかに振る舞い堂々と自分を表現する彼女に対して紫式部は強い言葉を残しています。 The sunlight is perfect, isn't it? お清少納言 Just like a perfect poem. 清少納言は得意顔をして漢字を書き散らしているけれど、よく見れば間違いだらけ。あんな風に自分を利口に見せようとする人はろくな最後を迎えませんよ。それは単なる批判ではありませんでした。むしろ抑え続けてきた感情が言葉になって溢れ出たものだったのです。どうしてあの人はあんなに自由に振る舞えるのか。そんな思いがどこかにあったのかもしれません。誰にも見せられない本音、それを彼女は文章に書き続けました。第3章、物語が
居場所になった。この美しさ、原始の光だ。息を飲むわ。物語に引き込まれる。その内に抱えたものがやがて一つの作品として形になります。それが源氏物語です。人の心の奥にある嫉妬、孤独、愛しさ、苦しさ、それらを丁寧に描いたこの物語は多くの人の心を動かしました。最初は一人で書いていた物語が少しずつ人に読まれるようになり、やがて彼女の周りにはその物語を求める人が集まってきます。現実ではうまく生きられなかった彼女が物語の中で自分の居場所を見つけていったのです。それは逃げではなく一つの生き方でした。現実の世界は不条理で自分を隠さなければ生きられない。でも物語の中だけは私は誰よりも自由になれる。彼女の孤独から生まれた言葉は同じように孤独を抱える人々の心を癒し、やがて1000年の時を超える伝説となったのです。結び、その違和感には意味がある。人と違うこと、うまくなじめないこと、それは時に苦しいものです。でもその違和感はあなたにしか見えない世界を見ている証かもしれません。あなたが今感じている孤独や言いたくても言えない本音、それがあなたの中にしかない特別な物語が育っているからなんです。紫式部はその物語を現実の形に変えました。だからこそ1000年経った今もその言葉は残り続けています。あなたの中にある違和感もきっと意味のあるものです。それはまだ形になっていないだけの物語なのかもしれません。でもそのままで大丈夫。紫式部が私たちに教えてくれたのは、周囲に馴染めないことは決して悪いことではないということだからです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。